はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。肉料理に合う調味料といえば塩、胡椒は鉄板ですが、トマトケチャップもいいですよね。ハンバーガーやホットドッグにダクダクにかけるケチャップと肉の相性は抜群です。ということで今日はケチャップを使って熟成肉作ります。それでは早速やっていきましょう。トマトやトマトケチャップを使った肉料理って多いですよね。ということで今日はこの肩ロースとトマトケチャップを使ってお肉を1ヶ月熟成させます。日本でケチャップといえばほとんどの人はこのトマトケチャップを想像しますよね。動画でも何度か登場していますが、インドネシアでケチャップといえばケチャップマニスと呼ばれる甘い焼き鳥のタレのようなソースのことを言うことが多いです。ソース類全般をケチャップと呼び、マニスは甘いという意味です。ケチャップの由来には色々な説があるそうですが、アジアにルーツがある説が有力だそうです。もともと中国にはケツァイプと呼ばれる魚を発酵させた魚醤のような調味料がありました。その後17世紀頃アジアからヨーロッパに伝わり、そこで魚介類やキノコ、フルーツなど様々な材料を使ってケチャップが作られるようになったそうです。その後18世紀から19世紀にアメリカに渡ったヨーロッパ人が当時普及し始めたトマトを使ったケチャップを作り、現在のトマトケチャップの形になったそうです。日本には明治時代にアメリカから伝わり、トマトケチャップがケチャップとして主流だったため、日本でもケチャップといえばトマトケチャップとして定着しました。今回使うハインツのケチャップにはトマト、酢、砂糖、食塩、玉ねぎ、香辛料などが使われています。表面をケチャップで覆うことで肉内部での熟成が進み、調味料の効果により肉が柔らかくなり、味が染み込み、より美味しい熟成肉ができるはずです。ということでバットに網を敷いて、布巾を敷いて、お肉を置いてケチャップを全体に塗っていきます。見た目は悪くないです。ということで冷蔵庫で1ヶ月熟成させます。1ヶ月あっという間ですね。冬本番でだいぶ寒くなりました。肉はだいぶ色が変化しています。表面はケチャップが硬くなっていますね。それではカットして中を確認してみましょう。かなり広い範囲が変色しています。ちょっとこれは心配です。周りをトリミングしていきます。それでは焼いて通常の何もしていないお肉とどんな違いがあるのか確かめていきましょう。焼いている感じは水分が少なく焦げやすいです。なんだかケチャップっぽい甘い香りがします。焼き上がったのでカットして早速食べてみましょう。いただきます。今日は長野県の株式会社玉村本店の志賀高原ビールのハウス IPA を飲んでいます。志賀高原ビールの準定番商品だそうです。色は結構濃いめのオレンジです。英国産の最高級麦芽と大量のホップで仕上げたインペリアル IPA とのことで、苦味はガツンと最初にきますが、すっきりとしていて苦味が後を引かないです。苦味の後に甘さがあり、アルコール 8% とは思えない飲みやすさです。冷蔵庫の中にストックしておいて、うまいビールが飲みたいなって気分の時にさっと取り出して味がわかるうちに1杯目に飲みたい一本です。それではお肉を食べてみましょう。まずは何もしていないお肉です。久しぶりに食べましたが、この肉々しい感じがいかにもステーキを食べている感じがします。それではケチャップ熟成肉食べてみます。ケチャップの甘さがしっかりと肉に染み込んでいます。ほのかな酸味と塩味を感じますが、甘さが強いです。ちょっと塩コショウをつけて食べると食べられますね。インドネシアのサンバルで作った酸味と辛味の効いたソースで食べてもいい感じです。食べ物や調味料の発祥がどことかをたどるのってすごくワクワクしますね。その食材や料理の伝わった裏側には戦争や植民地など全てがいい伝わり方であったわけではないかもしれません。発祥元を知りたいわけではなく、どういったルートでそれが伝わったかを見ていくと、地域によって色々な変化が起きていることを知れて勉強になります。今はどこの国が発祥とか言ってるけど、もしかしたら何百年後かの宇宙ではこの調味料は地球発祥の調味料とか言って地球のことを懐かしんでるかもしれませんね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ケチャップ熟成肉いかがでしたか？原産地地球がブランドになる日も近いかもしれませんね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際は色々探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。